ここは何もない場所だから。私がこの町に来て地元の方に最初に言われた言葉です。3年前、この縁もゆかりもない浜松に来て、今は観光協会の職員として地域の PR の仕事をしています。何も知らないでやってきた浜松、何もないと言われた浜松。私は小さい頃、人と違うことをしなさいという母親の教えにより、あまりおもちゃを買い与えられませんでした。木で椅子を作って遊んだり、身近なもので遊ぶことを覚えました。石で壁に絵を描いては怒られ、木で座れない椅子を作っては怪我をして、その辺の野草を食べてはお腹を壊し、おもちゃを買ってもらえないのでチラシを切り抜いて買ってもらったつもりになったり、そんな幼少期を過ごした私にとって、何もないと言われながらもいろいろなものがあるこの地域、まさに遊びの庭でした。実際この地域には面白いものがたくさんある。でもそれをただ紹介するのではなく、誰かに伝えたい、みんなに伝えたい、そう思うようになりました。今日はその一つ、卵かけご飯を作る旅というのをご紹介しましょう。私、卵かけご飯が好きなんです。自分が好きなものをなるべく周りにあるものでおいしい一杯を作って食べたいな、そう思ったのがこの旅のきっかけです。卵かけご飯に必要な素材は3つ。ご飯、卵、醤油。シンプルでしょ。シンプルなんだけどもこだわりを持った素材、これを自分の足で回って一杯の卵かけご飯を作って食べようというツアーを企画しました。では行ってみましょう。まず醤油。明治から140年続く老舗醸造所にお邪魔します。醤油の香りに包まれた蔵の中で大将のお話を伺います。うちは観光施設じゃないから、大将そうおっしゃってますけども、そう言いながらも醤油作りのこだわりや苦労、そして思いを熱く語ってくれます。職人さんっていうのは頑固者が多いです。でも私、最初にこの大将にお会いした時に、この赤い眼鏡、このおしゃれ眼鏡、これを見て私はこの人だったら大丈夫、そう思いました。そして実際その通りの方でした。そんな大将こだわりの醤油をいただきます。次に卵。鶏を育てる養鶏場へお邪魔します。なんでこの養鶏場なのか。ちょうど卵かけご飯にかける卵を探していた時に、仕事で行った展示会で養鶏場のお姉さんにお会いしました。ちょっと綺麗なお姉さんだったのでお話を伺ってみると、実は5品種2万羽を飼育していて、それでいて近所だというじゃないですか。ぜひ一度遊びに来てくださいねというお姉さんの言葉を真に受けて実際にお邪魔します。農場で生産者さんにお話を伺うと、いや私は口下手だからなんて言って話は無理だよ、そんなふうに言いますが、こちらから質問してあげると生産者さんもこだわりがある分分かりやすく生き生きと説明をしてくれます。そして卵かけご飯にはこれという名古屋コーチンの卵をいただきます。そしてご飯。うちの近所には田んぼが多い。田んぼが多いということはおいしいお米があるはずだ。おいしいお米といえばブランド米。そう、ブランド米について調べてみようと思って近所で豚屋、そして農家レストランを経営している社長にお話を伺いました。そうすると、あ、それならうちで育ててるよ。
とのことだったので、農家レストランにお邪魔して羽釜でブランド米を炊いてもらいます。ただこの社長、ちょっとお話が好きなんですね。お米を今から15分蒸らしますので、その間お米の話をしますって言ってね、15分ぐらい話をする。15分経ったかなと思うと、次は豚の話をしますなんてね、なかなかご飯が食べられない。そんな社長の話を遮って羽釜の蓋を開けると、もうふかふかのご飯、おこげの香り、絶品ブランド米の炊き上がりです。自分で集めた3つの素材、羽釜で炊いたブランド米、そこに名古屋コーチンの卵、140年の歴史がある醤油をかけて一杯の卵かけご飯を作って食べる。実際食べてみると、もう言葉にならないほどの絶品、おいしかった、ごちそうさま。そして最後にお寺にお邪魔して江戸時代の庭園をのんびり眺めながら一休み。これまでの工程を振り返りながら音のない贅沢を過ごします。いかがですか。レジャー施設やアミューズメントパーク、いわゆる観光施設というところには行っていません。でも面白そうじゃなかったですか。皆さん、人が来る場所って観光施設って思い込んでいませんか。身近にこんなに面白いものがたくさんあるのに見過ごしていませんか。地元の人も知らなかった場所、または知っていたけれど気づかなかった遊び方、これも一つの観光なんです。皆さんの周りにもあるんじゃないでしょうか。そしていや、うちにはないよなんて思いながらも多分あると思います。またはあるのは知っていても、そこでの本当の遊び方気づいていますか。私は身近なところを回るというところで観光ツアーの視点を変えました。そこにはおいしいご飯と面白い場所と、それと素敵な人との出会いがありました。卵かけご飯一杯を作る、そのために身近な素材を回ることによってそれぞれを一つにつなぎ合わせるツアーを生み出しました。いかがですか。皆さん、連休のうちの1日、不意にできた1日の休み、5回遠くへ出かけるうちの1日を近所の散策に出かけてみませんか。きっとそこには面白い場所があって、そこにはこだわりを持った人がいて、それが面白いツアーになるかもしれない、遊びになるかもしれない。近くには何もないなんて思わないで、まずは身近なところから始めてみませんか。もちろん遠くを見るのもいいことです。でも気づいていないものが近くにきっとあるはずなんです。もし皆さんの友人があなたの町に遊びに来て、地元の面白いところを教えてほしい、この地域での遊び方を教えてほしいと言われたらどうしますか。いや、ここは何もない場所だからなんてもう思わないし言わないでしょう。もしそんな機会があれば、皆さんの好きな遊び方でこの愛すべき皆さんの知っている近所を案内してみませんか。